機動戦士クロスボーンガンダムに登場する宇宙海賊が使用する試作モビルスーツ。抜群の可動域とプロポーションを持つ HGUC クロスボーンガンダム X1 をついに購入。今宵はこのガンプラをレッツイントロデュース。宇宙海賊、どうもこんにちは、クラフターです。今回ご紹介するのはこちらのキット、ハイグレードクロスボーンガンダム X1 です。まずパッケージアート、こんな感じで迫力ありますね。箱のサイズは HG の中では若干薄め。まあ機体サイズが小さいですからね。側面見てみましょう。まあリアルグレードで発売されるぐらい人気のガンダムではありますが、X 上に広がったコアファイターのブースター、かっこいい。そしてハイグレードの割には非常にスタイリッシュな頭身をしています。反対側は各種解説が載ってますね。武装はおなじみザンバスターとブランドマーカー。フェイス部分は可動式ではなく選択式でオープンできると。コアファイターはさすがに分離合体せずに差し替え式ですね、スラスター部分を。相当かっこいいキットだと思いますが、中身開けていきましょう。オープン。はい、中こんな感じ。やはりパーツが小さくてちょっと少なめですよね。とりあえず出してみましょう。はい、全部でこれだけです。作りやすそう。では袋を開けて中身を取り出していきましょう。パーツを机の上に並べてみました。全体としてはこんな感じですね。メインの装甲はこちらのホワイト。ディテールははい、この辺結構細かいですね。そして頭部パーツ。フェイス部分は2つ入ってますね。しかしツインアイの部分はこれは独立してないパターンです。ヘルメットの形状はこんな感じ。合わせ目が出るパターンでしょうか。15.9 メートルのモビルスーツなんでかなりパーツが小さい。フレームのランナーはこんな感じ。ハンドパーツが細かいですね。ザンバスター専用のハンドパーツでしょうか。差し色の成型色はランナーごとに分かれてますね。イエロー、レッド。足の裏はこんな感じ。肉抜き穴ありと。そしてダークブルー。あと関節はポリキャップですね。このキット一番の魅力でしょうね。クリアパーツがめちゃめちゃ豪華。ビームザンバーとかビームシールドのエフェクトパーツ。かなり綺麗ですね。あとはホイールシールが1枚と。そして説明書はこんな感じ。見てください、このフォルム。ハイグレードとは思えないスタイリッシュさ。中身はもちろん片面白黒、片面フルカラーでしょう。おっと、まずフルカラー解説。このコアファイターのね、X のブースターがやっぱかっこいいんですよね。ザンバスターはビームザンバーとバスターガンにちゃんと分かれるみたいですね。コアファイターはこんな感じで差し替えになってます。リアルグレードはそのまま差し込めましたけど。組み立て解説は白黒。パーツリストには余剰パーツはないですね。そして裏表紙。各種ポージング写真。この写真見てください。めちゃくちゃかっこよくないですか、これ。そしてカラーガイドは全部で9色。まあまあ使いますね。おそらくこれはハイグレードの中でも屈指のかっこよさなんじゃないでしょうか。楽しみです。それでは早速作っていく。まずはパーツを切り出します。使うのは先細スパニッパー。胸部からいきましょうか。もうポリキャップ世代のガンプラですからね。多分硬い。しっかりとした感触です。パーツを切り終えたらお次はこちらシャキーン。アルティメットニッパーでゲートを2度切り。ゲートに刃を添えてカット。ゲートアウトはこんな感じですね。思ったほどは目立たないです。では組み立てていきましょう。まずはボディからですね。肩関節ポリキャップを2つ仕込んで、こちらのパーツを差し込みます。背中を閉じる。胸部イエローのパーツ。そしてセンター。ウエストを延長して、はい、これでボディの完成です。非常に単純な構造をしてますね。側面の合わせ目は全部段落ちモールドになってます。続いては頭部。赤いパーツを差し込んで頭部ヘルメットを装着。ヘルメットを前後で閉じます。ブレードアンテナを組み立てる。このドクロマークめちゃくちゃ細かいですよね。素晴らしい。これを額に差し込めば、はい、これで頭部の完成です。かなり小さめの頭部ですが、なんかね、額の部分にボリュームがあって非常にいい。側面の合わせ目は段落ちになってますね。続いて腕です。まずはショルダーアーマー。前後からブルーのパーツを取り付けます。複雑な形状。そして天板部分にこちら。これでショルダーアーマー完成。引き続き腕ですね。こちら肘関節。前腕のフレームを差し込みます。そして前腕外側のアーマー。手首パーツを刺すことでロックします。前腕内側。筒状の上腕を刺して、もう一つパーツをはめて、ショルダーアーマーとドッキング。さらにマニピュレーターをつけて、はい、これで腕の完成ですね。細かいですけど意外としっかりした作りというか、これは面白いですね。当然ここは可動します。肘可動はこんな感じで二重関節なんでかなり曲がると。続いては足ですね。こちら足の裏に足の甲のパーツ。
こちらをかぶせます。足先完成。可動部位は特にないですね。そして膝関節、太ももアーマーを取り付けます。閉じて股関節をはめて、すね部分ですね、これを合わせます。すねのアーマーにイエローのパーツを差し込んで、これをかぶせると、アンクルガード取り付けて、膝関節も連結、足首をドッキングすれば、はい、これで脚部の完成です。この足もすごいですね。太ももの合わせ目は段落ち、すねのこの部分の合わせ目はパネルライン、後ろのここがちょっと合わせ目なんでしょうかね。消さなくてもいいとは思います。膝の可動はこんな感じ。かなり曲がります。足首もよく動きますね。足首が二重関節になってますからね。続いてスカート部分、フレームを取り付けて、フロントのセンターパーツ、フロントスカートをはめてフレームに取り付け、サイドアーマーはポリキャップですね、はめます。はい、これでスカート部分の完成です。こんな感じのデザイン、結構立体感ありますね。最後にバックパックとウェポン、バーニア取り付け、白いパーツにはめます。同じものを4本作って、この X 型のバックパックに1つずつはめます。はい、こんな感じですね。かっこよ。ビームザンバー、こんな感じで組み立てます。バスターガンも組み立てましょう。グリップを取り付けて、可動パーツを差し込むと。そしてこちらのパーツ。はい、これで完成ですね。ザンバスターにする場合は、グリップを曲げて、ここを上げて、エフェクトを取り外して、このパーツを外して場所を付け替えます。そしてこの2つを連結と。おー、ザンバスター完成ですね。ちょっと塗り分けとかすればもっと見栄えが良くなると思いますが、非常にかっこいい武器。あとは完全もなかの差し替え用のコアファイター。はい、というわけでクロスボーンガンダム X1 完成です。早速組み立てましょう。足を取り付けて下半身の完成です。足長ですね。しかしやはりかなり小さいキット。次に上半身を組み立てます。左腕。はい、これで上半身の完成です。こちらも非常にこじんまりしてますね。小さいながらバランスはいい。そして上半身と下半身をドッキング、ガシャコーン。全体像こんな感じです。やっぱりかなりスマートですよね。かっこいい。背面にバックパックを取り付けて、最後に頭部を取り付け、ジャキーン。これでハイグレードクロスボーンガンダム X1 の完成です。クラフタチャンネル。ハイグレードクロスボーンガンダム X1 すぐみの完成です。プロポーションいいですよね。近くで見るとこんな感じ。額のドクロマークがかなり精密。バックショット、やはり X 状のブースターが非常にかっこいい。細部も細かいですね。それではこのハイグレードクロスボーンガンダム X1 の魅力に迫っていきましょう。ではポージングしてみましょう。右手にザンバスター、左手にはブランドマーカー。肩や股関節の可動域非常に広いですね。次はザンバスターを分離させて、右手にビームザンバー、左手にバスターガン。こちらも専用のハンドパーツがついてますんで非常に決まる。めちゃくちゃポージングのしがいがあるキットです。続いては前腕のブランドマーカーをビームシールドに展開。右手にはビームザンバー。この武装めちゃくちゃ海賊っぽいですよね。クリアエフェクトがいろいろ入ってるのもいい。というかこのクリアパーツ非常に綺麗。最後にヒートダガーを足の裏から展開して蹴り的なポージング。ちなみにコアファイターの方にノーマルのビームサーベルも2本装備されてます。はい。というわけで今回はハイグレードクロスボーンガンダム X1 をすぐみレビューしてみました。こうしてみるとやはり頭身が美しいというか非常にバランスが取れたキットですよね。少し時代を感じる関節構造なんで若干股関節とか弱いかなという気はしますが、なんといっても可動域は抜群。ポージングしてて非常に楽しいキットです。皆さんもぜひ購入してみてはいかがでしょう。ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。